な席どうぞ。昭和33年に、渡辺さんというご夫婦が始められたお店なんですけど、お店閉められて、で誰かやる人いないかなっていうお話あってやりたいですっていう。春キャベツとかは合わないので、春キャベツじゃないやつを持ってきてもらってますね。ですね、地元のお客さんももちろん多いですけど、徳山町以外のお客さんも結構いらっしゃいます。平日でもこの1箱ぐらい切りますね。休みの日になると2、3箱。お好み焼きと焼きそばでキャベツの切り方ちょっと違くなりすぎず、大きくならず、ちょうどいいなんか食感になる。やり方も全部水入れますね。最初お店始める前に渡辺のご夫婦から教えてもらいました。このお店にも焼きそばとか買いに来て、このお店は好きだったんですよね。大好きで閉店したことを聞いて寂しいなと思ってたんですけど、誰かやる人いないかなっていう話があって、その時になんかなくしたくないなと思ったんですよね。じゃあ私がやりたいと思って、イカ明太とかそういうなんかチーズを入れたりとか、そういうのが新しく作るんですよ。揚げパンはこのお店が始まってからの新しいメニューなんですけど、私給食の調理員だったんで揚げパン大好きで、揚げたての揚げパンを食べられる場所っていうのがあんまりなくて、揚げたての揚げパン食べてもらいたいなっていうのもあって、給食の揚げパンってきな粉とか砂糖をかけるのが主流で、他の味がなかったのでココアとか抹茶とか新しく入れました。やっぱり焼きそばの方が人気ですね。お好み焼きもすごく今人気ありますけど、思ったよりも大変ですよね。なんか鉄板の前はもう暑いし、渡辺ご夫婦がよく2人でやってこられたなっていうぐらいなんか尊敬します。鉄板の前がすごくもう炎で焼かれて熱いのと、油まみれになるんですよね。分かってはいたんですけど、その自分が思ってるよりも
大変な仕事だなっていうのはなんか初めて思いましたね。今年の7月で3周年なんですよ。懐かしいって言って嬉しいって声もいただいて、そういうのが励みになります。ちょっと酸味が効いてて、なんかスパイシーなんですよね。なんかあんまり甘みが少ないというか、うちの焼きそば胡椒も結構たっぷり入れてるんで、さらにスパイシーになってます。昔からよく来てました。はい、そうですね。前はよく直接食べに来てたんですけど、変わられてからもやっぱり
復活されたということで、本当によく来てます。手軽に食べれるっていうところと、あったかいうちに食べたら本当に美味しいし、介護してる母親もいたんですけど、家に持ち帰って食べることも多かったですね。はい。こちらでいただきます。たまに来ます。お味とかいかがですか？美味しいです。なんか焼きそばがすごく美味しくて、で好きなんで。お味いかがでした？すごく美味しいです。昔ながらの引き継いでいただいた方の味出てまして。よく来られてるんですか？月に1回とか、おじいちゃんの時から十何年前の時から、はい、でここなくなったりって寂しかったんで、またやっていただいてすごくありがたいです。値段的なことと、あと一つ一つ作っていただくので、他のところはやっぱり作ってそこに置いとかれますよね。一回一回作っていただくし、やっぱり本当に昔ながらの味を引き継いでいらっしゃるので、脂っこくないですし、家庭的とまた違ってプロの味も入ってますし、本当すごく美味しい。先代の時さんはそのハーフハーフはなかったと思うんですけど、結構工夫しとられて、あと揚げパンとかも新しくて今風にしてらっしゃるから、すごくなんか工夫してられるなと思ってはい。なんかおやつタイムで揚げパン買いに来られたりとか、3時4時でも食べに来られるお客さんいらっしゃいます。難しいですかね。ね、やっぱり揚げたてがなかなか食べられないですよね。お好きな席どうぞ。いらっしゃいませ。夕方よりもやっぱりランチタイムの方が多い。夕方は結構お酒飲まれるお客さんいらっしゃったりとか、お好み焼きと焼きそばをつまみにお酒飲まれるみたいな。
奥にも席ございます。お好きな席どうぞ。よく来られるんですか？いえ、初めてで、たまに通るんで、ここあるのは知ってたんですけど、今日もたまたまここ通るので、じゃあ寄ってみようみたいな感じ。何を注文されたんですか？焼きそばですが濃いめのソースで美味しかったです。そして途中で味変で、この煮干し粉をかけたら、また美味しかったです。大体目安で、何分ぐらい焼くっていうのを決めてて、やっぱちょっと中までしっかり火通したいんで、目安は15分前後ですね。やっぱ肉とかイカとか入ってるんで、なんかしっかり火を通しつつ仕上がりが硬くならずにふわふわの状態で仕上がる目安大体15分ぐらいですね。これはちょっとお下がりでいただいた、テーブルと椅子で、基本そんなに変わってないよね。昔はこの道挟んで向かいになんかお店があったらしくって、こっちに移転してって感じ。おじちゃんがメインで焼いとって、忙しい時はおばちゃんがなんかお好み焼き焼いたりとか、なんか手伝ってたみたいな。お待たせしました。お好み焼きのセットです。広い席あります。いいかな。自分で何かやりたいなと思っていたので、そのタイミングでなんかそういうお話があって、いいきっかけにはなってます。大好きなお店をなくしたくないのと、続けていきたいっていう気持ちでやってます。昔ながらの本当にシンプルな焼きそばとお好み焼きなんですけど、なるべく変えずにずっと愛されていくようなものを作りたいなと思ってます。